レトラボリューム30で出るってこと。今年ボリューム29。もう29っすか。そうだから50歳でボリューム30。それエグいっすね。まさしく YouTube ドリームでしたよね。何万何千万、6000万6000万再生ビルの谷間でこの背中のゲラのこのカバー、モデルが横行くんですからね。そうですね。19とか20歳ぐらいだからよう事務所に遊びに来てたから、これがフィラがスポンサーについたっていうことでね、お前これ着て背中取らせてくれ。マジっすか。めちゃくちゃ嬉しかった。嬉しかった。いやめちゃくちゃ嬉しかった。だって表紙ですよ。いいんですか表紙なんて。確かでもあの時あんま言うなって言われたんですよね。確か。でも言ったよ。めちゃくちゃ言いましたよ。もっちんの回でもっちんの憧れのダンサーが横井で何年か前に一緒に踊ってめちゃくちゃ感動したっていう話を聞いたんやけど、その横井的にはそれもっちのことをどういうふうに見てたの？同い年やけどもそうやってめっちゃ一生懸命レッスン受けに来てくれてた子で、しょっちゅう一緒に遊んでましたし、レッスン終わりとか飲みに行ったりとか。いやとんでもないとかそんなんじゃないんだ。まあやっぱその当時みんなアットホームにやってたんで、みんなで遊びに行ったりとかやってましたね。彼がそのデフに誘われた時もびっくりしたんですけど、なんでもっちんなん、どこからもっちん引っ張ってきたんっていうぐらいの感じやったんですよ。うまかったやろ。すごい頑張ってやってた。でもまさかジャパン優勝するみたいになるまでと思ってもなかった。めっちゃ嬉しかったですけどね。めっちゃ嬉しかったのにそれがまた別れてディオームになって、ディオームエレクトリックトラブル問題みたいな、誰が来たかわからないみたいな。別にそんなに揉めてもないのにレッキンクルーやって、その前にデュオームも公演やってたんかな。大体同じような時期にね同じような動きしてるし、なかなかこう話す機会とか会う機会がなくなってしまって、勝手に揉めてる図式になって仲悪くないとあかんみたいな、世間的には。でもちろんその方がおもろいとも思ってたんで、やったらそうしてる方がいいと思ったし、コミュニケーションもない状態がずーっと続いて、でそれで、このコロナのことがあって僕も考えて、たまたまオファーを受けたそのイベントでのショーケースで、僕もそろそろなんかそういうのやってもいいなって思ってた頃で、それでメンバーを集めるって言った時にもっちんの名前がポンって思い浮かんで、いきなり連絡して「元気か一緒やないか」言うて連絡したんですよ。びっくりしてましたけどね、なんでですかみたいな。こっちもコロナのこととか、彼もスタジオやってたりとかで、ダンサーとしていろんな岐路に立ってた時あって、タイミングがすごく良かったみたいで、その練習の時にいろんな話をする機会が増えて、すごい良かったですね。なんか、だからまたちょっとこれからも一緒にできる機会があればなと思ってはいるんですけど、もちろんだけじゃないですけどね。それこそディオームのみんなとかもそれ見てみたいなね、なんかそんなことをやりたいなっていう思いはすごいあるんですけどね。ああいうことがあったのがそういうシーンとしても面白かったなと思うんで、あの時はあれで良かったと思うんですけども、でも今やっぱこの年になってね、そんなこんな言ってるあれでもないので、もうすでに50目の前にしてね。そうですよ。バトルってどうなの？そんなに出てるイメージはないやん。実際そんなに出てない。もうほとんど出てないです。ポイントでなんか出るタイミングがあったら出てただけで、もちろんそのいわゆるバトラーみたいなんでは僕はもう全くないですね。でも出たら出たで怒ってたもんね。怒ってましたね。もう劣化のごとく怒ってた。全員かかってこいと思ってましたね。本当になめんなよって思ってましたね。ザ・ゲームも含めてダンスバトルというイベント自体が創世期の時に、バトルとはみたいなところが僕的にはやっぱりそれはダンスのバトルなんやから、ダンスやんっていうのがめちゃくちゃあったんですよね。今はそれだけじゃないんですけども、もちろんそのバトルとしてのやり方とか、いろんなことをトータルでイメージできるんですけども、あの時は判断基準がどこまでいってもダンスやないかと思ってたんで、ダンスどうしようもないやつがバトル勝つっていうのが全く意味が分からないみたいな。なるほど。なんでもなしょうもないやつが勝つねみたいな。僕今でも覚えてますもん。ザ・ゲーム何回かやってる時に終わった後打ち上げとかして原田さんに「ゲームのジャッジはエレクトリックトラブルだけでいいんですよ」言うてもう今考えたらめちゃくちゃやな思いますけども、その当時真面目にそれ言うてましたもんね。ザ・ゲームの初めて決勝まで行って加藤に負けて、で僕準優勝やったんですよね。あの時の
ジャッジがタカさんがいてて、でタカさんが最終決めたみたいな、なんかそんな話だったんですよね。それを聞いた後にレッキンのツアーでタカさんに広島に呼んでもらって、その打ち上げでお世話になったタカさんにその件で死ぬほど詰めましたからね。タカさんあれは絶対おかしいっしょ言うて。でももう1年とか2年後なんちゃう？そうです、2年後とかじゃなね、あのタカさんのジャッジでもうヒップホップの文化変わりましたとか言うてめちゃくちゃ言うて、本当そうですわ、すいません本当に。対加藤バトルはもうすごかったよ。あれもうほんまにもうジャッジも死ぬほど悩んでたからね、最後まで。俺はお前負けた思ってたからね。それで2年ぐらい前に加藤がやるイベント、それちょっとトークイベントみたいなのだったんですけども、それに加藤が僕のこと呼んでくれたんですよね。その時に僕加藤に言いました、あれな、あの時俺大騒ぎしたけども、今考えたら俺負けたと思うやっと素直に。ゴミが確かベスト4に当たって負けて、要はもう邪念入りまくりなんですよね。向こうはちゃんとそのバトルとしてダンスでやってんのに、僕もう邪念だらけで、その時それは負けるわみたいな、まともにちゃんと踊ってへんやん俺。マイカの会にね、横井とバトルした話が出てきてんけど、師匠横井とフォーエバーで踊れたっていうのにすごい感銘を受けてて、最初の向かい合った時からドキドキしてみたいなの言ってたけど、横井的にはどうやったの？フォーエバーって加藤がずっとやってたじゃないですか。しかもコロナの問題で、ジャパンエディションみたいな感じで、いろんな思いの中、彼が声をかけてくれたっていう、まずそれが嬉しかったので。横井フォーエバーだってするのめちゃくちゃもうビッグサプライズやったからありえへんと思って、人間関係的にもフォーエバーのジャッジをするっていうことに関してもアンビリーバブルですよ。コロナマジックと思ってたもん。実際声かけてくれたのはやっぱ加藤からなんで、嬉しかった。とにかく盛り上げたいと思ったんですよね。たまたまマイカやった。でも分かってましたけどね、コールアウトの段階でマイカが勝ち上がった段階でこいつ絶対俺のこと言うやろなと。でも嬉しかったですよ。マイカもこの時から知ってるんで、レッキンの公演にも出てる。公演にも僕の子供時代役やったり出たんで、そんなマイカが今は世界的に認知度もこうやって増えて、対面でこうやって踊れるなんて、嬉しいですよね、やっぱり。親の気分、もちろん負ける気なんかで1ミリもなかったですけども、でも負けたからどうも何もなかったですね。ペットボトルは投げてなかった？投げなかったですね、表では。お客さんジャッジになったわけやん。ムカついたやろ。でも何がですか？負けたことに対しては全然ムカつかないです。そうなんや。むしろ僕なんて久々にああいう場に行ったんで、見に来てる子とか出てる若い子たちなんて、僕のことなんて絶対知らないと思うんで。そういう認識で言ってんねや。そうですそうです。誰も俺のこと知らんやろうなと思って。横井様じゃないんや。全くそんなん何もないです。知らん割にお客さん結構上げてくれただけで嬉しかったんで、こんなに上げてくれてやったーこれです。人変わったのコロナマジックやな。ただただ嬉しくて楽しくてみたいな。マイカがそこにもいてるし、みんながここにいて、日本にこれだけのシーンが育ってみたいな、嬉しくて仕方がなかったです。あの時は。マイカらしいよ。いやいや本当に頑張っているね。横井にとってダンスとは何なの？ダンスとは、いいですね。このダンスとはっていうこの質問は本当にいつ聞かれてもなんか答えようがなくていいですね。そうやね。ダンスをやってコンテストとかバトルとか、公演とか、いろんなダンスというツールでいろんなことにチャレンジをしてきたんですけども、結果的に他の何よりも一番自由もそうですし、何も考えずにその時間を楽しく素敵な時間を過ごせるというか、そこにその音楽とダンスさえあれば自分の一番好きな時間を過ごせる。その時間を守りたい。それが別に何かをやるとかじゃなくて、このレックスで夜中自分で一人で曲かけて別に一人で練習してるでも何でもいいんですよ。その時間がいかに自分にとって大事かみたいなことがこうやって年を重ねていくうちにより大事になってきたというか、だから一生俺はこれを死ぬまでどうせやるんだろうなみたいな、この時間を守るために自分は一生懸命他のことを頑張るんだろう。考え方とかダンスに対する捉え方とかは変わってると思うんですけども、結果的に自分がチューチュートレインを見てときめいた衝動というか、それを結局ずっと続けてるだけみたいな。ということでね、今日はもうめちゃくちゃ長いよ。もうたっぷり喋らせて、まだ喋りたいんですけどね。盛り上がりすぎ。いやいや本当まだ喋り足りないぐらいなんですけども。いやもう他の人よりだいぶ長い。マジですか？しかも多分ね、
だいぶ使われへんから見てる人そんなに長い感ないと思うぜひ皆さん未公開編も楽しみにおいてください。はい、ということでね、はい、久しぶりにこんなにたっぷり話したけど、いやありがとうございます。30年前から付き合ってきて、俺の中では弟的な存在やったから、はい、ニューヨーク行く、前の日ぐらいにうちの家に呼んで奥さんの手料理食べてもらって頑張ってニューヨーク行ってこいよみたいな部分もあったわけや、はい、ダンスディライトで続けてくれてジャッジもしてくれて、ほんまに俺の中でミスターダンスディライトが歴中始めて、まあいろいろあってちょっと離れた時期もあったけど、はい、やっぱり横市喋ったら楽しいな。いやいやありがとうございます。すごい今日また思って、これを機会にまたぜひ。いやーよく飲んだしね。よく飲みましたよ。行きましょう今から。この後行こうか。行きましょうほんまに。もう行きましょう。行く？今ちょうどいいっしょ。行くみんなも。行こう。だからもうこれやったらあかんねんて。ちょっとはしゃぎすぎましたが、そうですね、ちょっとまあそんだけ楽しかったってそうなんですよ。今日は楽しかったんでね。本当にね、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。今日はありがとうございました。乾杯。イエーイ、飲みきました。楽しみます。大事だ。こんにちは、マシン原田の部屋へようこそ。今回のゲストはこの方、カツワンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで凍りついた心には太陽を、そして僕が君にとってそのポジションを、そんなだいぶ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。僕が甲子園出場いたしますネイティブ、こちらの公演が3月19日大阪のトングバイ